何かとホイールなど結構フォークもいっぱい持っててまあ安かったからいろんなの買ったらもう3セット分ぐらいになったんですけどまあその理由としてシャフトにも結構種類があったり、取り付け方法も結構異なったりするんですけど、で今更ながら気づいたのが、もちろん俺フォークにもよるんですけど、つけようと思ってたフォークにキャリパーの径ってこの位置が合わなくて、どうしようって、このいろんな、まだあるんですけどね、ホイールも最悪、もう今自分が乗ってる Z の7班 FX2 あるんですけど、そっちから移植、フロント周り移植してもいいかなって思ってるから、最悪どうにかなるんですけど、このシャフト径がみんな違うから、例えばこれでっかいやつにはこのフォークしか合わないとか、逆にちっちゃいこのシャフトが入る、ベアリング変えたらどうにかなるのかな、ちょっとその辺詳しくは知らないですけど、そのちっちゃいこのシャフトだとこのフォークが使えないとか、いろいろこの組み合わせってあるんですよね。でうまく、例えばこうホイールとフォークの組み合わせ、さらにこのフォークに対するまたキャリパーの位置の組み合わせ、もしかしたらステーとかがあれば付けられるのかもしれないですけど、そういうのもまたなんていうの、買うのか来るのか、今のところはそういう予定がないので、もうこの組み合わせでどうにかすることしかないですけど、でちょうどまたキャリパーもいくつかっていうか2つあるんですけど、前回の動画で見せてたやつキャリパーとはまた別のキャリパーがあって、これ確か Z1000 か 1100GP のキャリパーなんですけど、これバラしてみたら結構綺麗で、だからなんかこの普通にこのシールも全然なんかピカピカっていうか、なんか簡単に取れて、なんかこれオーバーホールしたのか、もしくは単純に乗ってないだけなのかよくわかんないですけど、もうほぼなんか無加工っていうか、別にオーバーホールしなくても使えたんじゃないのって状態でした。だからピストンもすごい綺麗で、今ちょっとつけてるんですけど、重曹のところに。だからもう軽く綺麗にしたらもう完全に簡単に組めるので、もう今ついてるやつ、普通に再利用するのは良くないかなって思うんですけど、全然再利用してもいいんじゃないかぐらい状態は良さげなので、だからもうそのまま再利用して組んじゃおうかなって思います。なんかこう傷が入ってるんですけどね、明らかにこれ転倒したのかなぐらいの。とはいえ別になんか動作上は問題なさそうな気がします。だからこの辺は一回組んでみてダメだったらまた考えますけど、今のところ合うやつ、これは合うんですよ、このキャリパーの位置が。ちょっとこれが本来そのつくはずのフォークじゃないから、なんか位置的にすごいなんか微妙なつき方はするんですけどね。これ明らかにただディスクが当たってるわけじゃないから、ディスクめっちゃ当たりそうなんですよ。このなんていうの、この押し当てるこっちのシャフトみたいなところにすげえギリギリなんですけど、でも一応触れてないみたいな。だからあんまり見栄えは良くないかもしんないけど、とりあえずもう今あるパーツが使えるのはこれぐらいしかないから、とりあえずこれつけて車検通ったらまた新しくキャリパー夜用意して、とりあえず車検が受けれる期限っていうのが自分のその都合上決まってるので、さすがにこの納期って別に納期っていうか、誰かに頼まれて作ってるわけじゃないけど、車検を取るって平日じゃないですか。平日動けるのってもう4月頭ぐらいまでしかないので、ちょっと今はスピードを優先しようかなと思います。だからその辺、とりあえず車検通ってからそのパーツ交換するとか、純正みたいな、いわゆるなんですかね、純正に寄せるわけではないけど、見栄えとかその辺気にするのはもうちょっとその車検取った後に考えようと思います。とりあえず今動いて最低限車検通るレベルまでは仕上げたいので、とりあえず今使えるのはこのキャリパーぐらいだったので、じゃあこのキャリパーをつけるっていう体で進めていきたいと思います。花坂 G でサビ取りをしていきたいと思います。花坂 G って多分知ってる人も多いんじゃないかと思うんですけど、バイクのレストアとかでよく使われるサビ取りグッズなんですけど、当然これも古いバイクなだけに、当然サビはあるわけで、ただひどそのひどいっていう度合いも人それぞれあるとは思うんですけど、錆びてるなっていう、このまま使って大丈夫なのかなっていう中身にはなってますよね。で当然待つ時間っていうか、さすがにまだ今すぐ乗るっていう状況じゃないので、この辺もなんでしょうね、待ってる間こうサビ取りのこの溶剤につけといて、待ってる間そうやってサビ止めっていうか、そのサビ落としをしていきたいと思います。でちょっと細かいところでこう塗装のそれ前も言ったけど、このわかるかな、ここの塗装の垂れがあるのって、見えないか画面だと、そういうところもこう普通にこう待ってる間、ここの磨き見えるかな、こう段差みたいなの垂れの跡が残ってたりとかするので、そこも磨いて、でもこれトップコートがどこまでこの厚みがあるかにもよるので、例えば厚みが薄かったら磨いた時にここが削れて、なんですかね、もう塗装落としちゃうとかの
ことも考えられるので、ちょっと塗装自体はそこまで厚くない気がするんですね。こう剥がれてるところ見ると。だからちょっとなんか磨いたら磨いたで剥がれないかなっていう危険はあるので、かといってそのままにするのもどうなのかなってのもあるんですけどね。最悪これちょっと模様に見えなくもないんだけど、もう見えなくはならないか。わかる人はわかるか垂れてるなってところ。だからその辺ちょっとこだわりかもしれないですけど、直して、削ってみて大丈夫そうだったら、せめて目立たなくぐらい、この段差だけうまく削って目立たなくなれればいいかなぐらいにはもう考えてますので、そこも塗装で磨いたり、塗装じゃない、溶剤つけて待ってる時に磨いたりとかして、ちょっとその辺直していきたいと思います。花咲か G を入れてタンクいっぱいまで入れました。さすがにもう縁ギリギリっていうのは難しいですけど、もう本当にそうですね、縁ギリギリまで入れました。で、この花咲か G ってちょっとこれ余らせて、これ2個分なんですよね。自分が今やってるのって2個分。どういう意味かっていうと、FX1 型のタンクもあるから、例えばこの錆び取った後にこのコーティングとしてなんだっけ、100g だったっけ、100だったっけ、100ml かだった気がしたけど間違ったかな。一応この終わった後にまたこれでちょっと入れてコーティングができるんですよ。だからこれちょっと残してるんですよ、2個分。だからちょっと1個分のこのタンクの容量次第なんですけど、ちょっとその錆び取る効果が弱まっちゃうんですよね。だからちょっとその辺は1週間ぐらい置こうと思ってて、一応最長でも1週間はなんか置いとけるみたいなんですよね。で、一応これ20倍なんですよ。だから言うて20倍だったらこれぐらいの量を入れれば最低500-600ml は入ってるので、それ20倍だから普通にタンク多分15リットルだったかな、これ入るの。そこまで遠い、なんていうんですかね、足りなさすぎるわけでもないのかなとは思ってます。と前置きはそんな感じで、とりあえず終了しました。終了っていうかこれでずっと放置ってことになるんですけど、その間ここにではタンク重いんで、これ満タンまで入るとその辺は置いといて、とりあえず作業またいろんなことをやっていきたいと思います。それではホイールの塗装をしていきたいと思います。こういう黄色い点々の時フレームの時からそうですけど、なんか買ったやつもこんな感じだったんで、これ磨いて、これもうタイヤはもうすぐにボロボロでも使えないので、ひび割れとかすごくて。で、これ塗装するにしても、なんかどうしようかなと思って、どうしようかっていうと、このタイヤの内側って基本的に塗装しちゃダメっぽいんですよね。もちろん、リム、なんですか、このタイヤが張り付くわけで、その張り付いたところがボコボコしてると、そこの隙間から空気漏れるから、塗装するなよってことにはなってるっぽいんですけど、なんかちょうどこのタイヤがいい感じなんですかね、幅を取ってくれる。なんか言いたいことわかる。なんていうの、この塗装した時って乾かさないといけないから、で、表面、裏面ってあるわけじゃないですか。で、こいつがちょうどいい具合になんですかね、床に置いた時になんていうの、浮かせてくれるので、タイヤ、どっちにしろこれもう捨てるわけですから、だからタイヤつけっぱなしで塗装しちゃって、いい感じにこれがなんか地面になんですか、タイヤを触れさせない、いい感じのなんかなんていうの、台になるから、で、終わったらこのタイヤ自体はもうこれ捨てるっていう交換するものなんで別にいらないとか、で、やろうかなって、つけっぱなしで塗装した方が効率いいのかなって思ってて、とりあえずこれ、この辺の中心部分は塗装が乗っちゃまずいからマスキングして、で、この辺はもう磨いて、ちょっとこの足付け、ヤスリでちょっと磨いて足付きして、で、塗装しようかなと思います。だからその辺もまたなんか、何色にするかとかもまだちゃんと決めてないんですけど、ちょっとその辺なんか作業しながら考えて最終的には決めた色で塗っていこうかなと思います。ホイールの磨きとマスキングが完了しました。大まかにしか削ってないですけども、本気でがっつり塗装を落としてなんか塗り直すっていうのもさすがにちょっとしんどいので、見た目がこの黄色いつぶつぶだったのがちょっと気持ち悪いから、それが見えなくなればいいかなぐらいですと、その辺は削ってか磨いて傷つけて、でそこに塗装がちゃんと乗るようにとか、一応金属のパーツってこの塗装が乗りにくいので、一応その塗装色つける前に密着ロンっていう、シーラーというか、そういうなんですかね、塗装接着剤みたいなのを先に拭いてから色をつけていきたいと思います。で、ホイールがこれそもそも交換するからもう別に必要ないんで、ここにもうそのままマスキングなしでもタイヤにかかってもどうせ交換するからそのまま塗りますけど、とりあえずなんかホイールを引っ掛けとくようなところも自分ないので、だからちょうどいい具合に塗装するときにこのタイヤがなんですかね、この壁に立てかけていい感じになんですかね、このホイールを浮かせてくれるというか、だからそれがあるから逆についてた方が塗装しやすいので、なんかホイールを吊り下
上げるとこがないところの場合は。で、こんな感じでじゃあ塗装してっていきたいと思います。それでは塗装していきたいと思います。まず脱脂しないといけないので、磨いた後はちょっとこう手の汚れとか、油とかがついてたら塗装のり悪くなるので、こう、密着なんじゃない。脱脂についてはシリコンオフ使ったり、パーツクリーナーでもいいですけど、とりあえずこの油を取るためのなんか手段をなんとかして、こう綺麗にしてください。それで綺麗にした後に、で、一応こういうメタルプライマー、密着ロンっていうのもあるんですけど、こう金属系のものに、こう、なんですかね、こう、下地というか、くっつきやすくするための塗装があるので、これでやっとかないとちょっと塗装のり悪くなったりします。もしくは剥がれやすいとか。で、最終的にはもう金にします。なんかこの缶スプレーとかの性能とかもどこまで物がいいかわかんないですけど、とりあえず、なんですか、塗装の環境がうちにはないので、これがどこまで、耐久というか、高耐久とは書いてあるけど、それほどの質がいいもんなのか、実際やってみて確かめていきたいと思います。実際こうホイールに塗って、じゃあ金色にしていきたいと思います。メタルプライマーを塗り終えました。こう塗るとなんかいい感じにツヤが出てきて、なんかこれはこれでかっこいいなって感じはするんですけど、黄色いつぶつぶがどっちにしろ、なんかこう塗ったら塗ったでまた変な、なんでしょうね、色が変わってきて、なんか白っぽくなったり、黄緑色になったりとか、ちょっと変な色、色が落ちてきてるんでしょうね、きっとこの溶剤と混ざって。だからなんか逆にこれをこれで目立たなくなったら、なんだろうな、こう、変な色がついてたら多分こういう塗装系でなんか溶剤塗ると、もしかしたら多少はごまかせるんかもしれないですよね。全然ごまかしになってないですけど、これ自体は。だからこれから別に諦めるわけじゃないですよ。じゃあこれからこの金色で塗装していきたいと思います。塗装完了しました。結構うまくできたかなと思います。正直この高耐久ラッカースプレーっていうゴールドっていう、これ、Amazon とかで調べてみてください。気になる人は。で、これちょっとなんか、やっぱ思うのが、なんか思ってたゴールドとちょっと違うなっていう。それ一回やった時に分かったけど、なんていうか、こう、濃いゴールドだったらよかったなと思うと、これなんか薄い金っていうか、なんか、なんていうのかな、このイメージとちょっと違うんですよね。ちょっとなんか、茶色っぽいとまで、なんか言い方が難しいけど、なんかこの、濃い金色だったらよかったなって思うと、ちょっとなんか、金ピカすぎるっていうか、これもこれちょっとありだとは思うんですけど、なんかボディが暗い色だから、ホイールが明るいのもそれなりになんか馴染むかなって思ったら、ホイールも暗い色だとちょっとなんか地味に見える気がするんだけど、こう、ホイールが明るいと、それはそれで映えるのかなって気がするので、これはこれで、安っぽくは見えないかなと思います。ちょっと動画で見るとなんか、多分安っぽく見えるかもしれないですけど、実際結構いい感じです。ホイールとかにちょっとこう元々の傷があったりとかして、なんですかね、見た目がこうボコついてるところはあるんですけど、特にこう塗装が垂れたりすることもなく、なんとか綺麗に仕上がりました。もともとギターの塗装とかもやってるので、自分。だから、塗装に関してはそこそこのキャリアというか経験があるから、一般の人よりかは上手いんじゃないかなとは思います。で、塗装のコツというか、コツってあんまりないんですけど、なんか、あるとすれば1回でやろうとしないことですかね。なんか、1回でシャーってなんか仕上げようと思ったら垂れちゃうんですよ。だからもうなんか1回ではもう適当でいいんですよね。なんか全体的にとりあえずなんか色がついた程度、もう渋いたりとか、渋くて薄く乗っかったりとか、ムラができたりとか、なんか1回目はもう適当なぐらいでいいと思うんですよ。で、2回目以降からやっぱ塗装のノリって良くなってきますから、こう元の塗装の上からこう塗装って乗りやすくなってくるんですよ。いきなり一発目ってやっぱこう垂れやすいので、もうなんか適当にバーってなんか、とりあえずなんか色が、とりあえずなんか塗れればいいやみたいなぐらいな感じでバーって塗って、で、2回目以降からちょっとずつこう薄く塗り重ねて、だから3、4回で仕上げるって意識持ってれば綺麗に仕上がると思います。だからなんか真面目な人ほど失敗しやすいかもしれないですね。真面目な人って言ったら変だけど、なんかこう綺麗に仕上げようと思って乗せちゃうから垂れたりするんですけど、だからそういうのをなんか1回目は適当にやって、2回目、3回目で4回目かぐらいでもう完成させるというイメージでやれば綺麗に仕上がると思います。垂れたとしても、垂れたところをこう磨いて、また磨いてこう平面出してから、また上から重ね塗りすればこう綺麗に仕上がりますから、別に垂れたところでやり直せるんで、そんな一発で仕上げろってわけじゃないですから、そこまで意識しなくてもいいと思います。とそんな感じでホイールをこう綺麗に、これ実際市販品のスプレーだから、どこまで耐久性があるのかはわかんないんですよね。
だから実際これからこのタイヤ捨てるんで、実際タイヤ交換してみたときに、なんですか、このバーがあるとこ引っ掛けるとこ。で、その引っ掛けたところの跡がついたりとかしないかなとか、ちょっとその辺が心配ですよね。綺麗に塗ったはいいけど、作業してたら、クランプってなんかバー引っ掛けたところがへっこんだりとかして、なんか傷がついたりとかしたら、結局それやり直さないといけない。やり直すっていうかもうタイヤつけた後にやり直すのめんどくさいからもうそのままになっちゃうかもしれないですけど、一応、高耐久とはついてるから、まあ、それなりに硬いもんになってくれたらいいですけどね。でも市販レベルって正直、あんまり期待しない方がいいとは思うんですけど、まあその辺はもうやってみないとわかんないです。とまあそんな感じでホイール完成しました。ちなみにですけど、このゴールドってなんか薄く塗ると銀色っぽくなるんですよね。まあ別にそこはただの余談ですけど、だからこれ重なり塗りがまず前提なんで、結構なんだろう、1回か2回じゃ、2回はまだいいけど、1回じゃ全く金色にならないんで、そこは気をつけた方がいいと思います。まあそこ重ね塗りしてくださいっていう感じでした。はい、ホイールはそんな感じで、じゃあまあ後輪はちょっとまだこういうキャストホイールはあるんですけど、このいわゆる FX のホイール、いわゆるスポークはちょっと、なんだろうな、曲がってたりとかするので、あと耐久性もあんまり良くないし、まあキャストホイールだから大丈夫ってわけじゃないけど、一応チューブレスなんで簡単にホイール組めるとか、だからちょっとその辺もやりやすいとかあるので、実際キャストホイールのこの形って FX の形が好きなので、ホイールって。だからそれでキャストホイール、リアはちょっと、まあ、シャフトの径がこれ違う、いろいろ。だから今ついてる FX2 のホイール流用しようと思ったら、スイングアームに合わなくて、まあスイングアームごと移植すればいいんですけど、そしたらこの今乗ってる FX2 が乗れなくなるか、まあ Z 組んだら乗らなくなるんですけどね。スイングアームごと移植しないといけなくて、だからシャフトの径とかも結構違うからめんどくさいんですよね。だからその辺もすごいこの細かく仕様が違うので、フォークにシャフトの径が通んないとか、で、シャフトの径が違うと付けられないわけで、シャフトの径、フロントフォークがあったところで、このフロントフォークのこのパイっていうんですか、この大きさ、太さ、その太さが今度ハンドルクランプにこのガバガバになるとか、逆にでかいとか、それぞれ付けらんないとか、だからパーツ一式揃えないと、すげえめんどくさいことが分かりました。だからパーツ結構いっぱい持ってますよ。もう一応確認したんですけど、実際確認してみたら、実際と違ってたりとかしてて、だからその辺もなんか川崎車だからなのかは知らないですけど、結構大変なんで、まあ、可能な人はアッセンブリも一式フロント周りって全部まとめて買った方が楽だと思います。細かくパーツ買うと合うのと合わないのとかあるので、結構その辺注意が必要ですね。そんな感じでした。じゃあこれからまたできるところをどんどん進めていきたいと思います。